リアカウルに燃料タンク取り付けですね。これね、結構強引に入れなきゃいけないかもしれない。間口が狭いんですよ。入るのかな。こんな強引に入れるパーツの、燃料タンク、こういうところのモールドがあるっていうのがね、絶対に後で見ないよね。シートカウルの、なんて言うんだろう。まあこのパーツですね、ケツが当たるところですね。ランパーサポート。まあこれ自体はほら、カーボンデカール貼ったんですけど、この接着面がこういう感じなんで、溶剤系使うとね、塗料を傷める可能性ありますから、これは水溶性の接着剤、今回はゴリラグルー使うんですけど、これ最後でどうしても固着に時間がかかるので、他のパーツを先につけちゃいます。なのでまずこの裏側のインナーカウルね。でインナーカウルで思い出したんですけど、このアッパーカウルのこの内側ってないんだね。まあこの手のバイクプラも初めてなんですけど、実写のこのカウル外した写真見ると、ここの裏側にインナーカウルがあるんですよ。それはそうですよね。空力的に考えても、ここのとこにまともに風当たって清流がないっていうのはちょっと厳しいと思うんですね。でちょうどこのラジエーターをこういう風に囲むような形でインナーカウルがあるみたいです。まあその写真ありましたので、ただまあそれは作るのは不可能ですからね。何か木型かなんか作ってね、ヒートプレスでプラバン絞って作る方法もあるかもしれないですけど、僕はそこまではやらないし技術もないです。あと燃料タンク入れてたんですけど、やっぱり割れました。これはもう治らないんでこのままにしておきます。伐採してんのかな。うちの裏の山でね、また工事が始まるみたいなんですよ。去年サンガパラやかましかったって言っちゃいけないよね。僕らのためにやってるんで、去年一昨年かな、裏の山で崖崩れあって、でこっちに向かって山が崩れてきてたという、まあ僕は経験してないですよ。引っ越してくる前ですから。でまあそこの崖崩れ起きたところの、擁壁工事ですか、崩れにくくするための工事を去年一生懸命やっていただいたんですけど、今度その一番下に柵を作るっていうのね、うちの村のうちのこうスロープ沿いの、自然に生えてる木を、林のこっちの方を伐採して、柵を作るってことなんですよ。で今音入ってるかな。これチェーンソーの音がしてますよね。これ多分ね、擁壁工事の時に切り倒した材木っていうか木の、切り刻んだ木が下の方の
工事事務所の駐車場に置いてあるんですけど、それをカットしてんのかな、これは。この駐車場の方から音がしますから。こっから先は細かいパーツはね、もうこれ使っていきます。固着時間かかっちゃうんですけど、はい、でタンクのこのタンクパッドですね、クリアパーツで、これの接着なんですけど、こんな感じでこうつくんですけど、これ溶剤系の接着剤で接着しちゃうと、もう接着面が見えますよね。クリアパーツなんで、おそらくこう地図みたい、おねしょしたみたいになっちゃうんで、これはね、まあスーパー X でもいいし、こっちの方がゴリラグルーの方がふわっと流れていくんで、平滑になっていくような、なんていうのかな、こっちの方が粘りが少ないですから、多分こっちでくっつけた方がいいと思います。で、あんまりこうたくさん塗っちゃうとはみ出ちゃうじゃないですか。だからその程度をね、調整してやらないといけない。薄く塗ってやって、ここにでペトッとくっつけてみます。はみ出ないぐらいに。まあはみ出たとしても、これカリカリとやれば剥がせるので、例えばこれ今指についちゃったやつも剥がせますから、指からねキットの方についたとしてもちょっと気持ち悪いな。でもとはいえできるだけ汚したくないので、あれ間違えた俺。いいな。よいしょ。多分ちょっと押さえてやれば行き渡ると思うんですよ。行き渡るかな。で、この白いタンクパッド、これは色塗ってないです。実写の写真見たらパーツの成型色のままっていうのがすごく近かったんで、インストの指示ではね、フラットホワイトに塗ってくださいって書いてあったんですけど、じゃあそれじゃあカウルの方取り付けていきますね。で、このカウル取り付け用のネジは隠さないです。もうね、ここですよ。ただね、実写の写真よく見ると、ここにこの線ありましたね。こういう線が。なんだろう、パーティングラインなのかな。なんかすごく細い線があったんで、まあ良かったです。
良かったかどうかわかんないですけど、こうだ。じゃあ動かなくなったんでね、どうだろう、40分ぐらい置いといたかな。で、まだちょっとここにはみ出たやつはまだ取れないです。広がっちゃうだけなんで、それは完全に硬化してから取ります。こんな感じでね、エアクリーナーとか燃料タンクとか完全に見えなくなっちゃいますね。ネジを外してタンクを抜ければ見えるということです。フロントカウルはね、こうまっすぐは当たっちゃって入れにくいんで、入るかな、いけるか。ですね、考えてたのがね、この状態で展示できたらいいなと思ってたんですけど、このアッパーカウル止めてるとこがないですね。このピンがね、先端のピンがこの奥の穴に入るだけなんですけど、いろいろくっつけてて何かが当たってちゃんとギュッと奥の位置で固定できない。奥までは行くんですけど押し戻されるんですよね。多分あれです、このエンジンの横にくっついたこいつが若干広いから押されちゃう。だからこの固定はサイドカウルのネジ止めで固定になってくるって感じですね。いや、そうするとこのアッパーカウルの上を別パーツにしてほしかったな。やっぱりこの上半分ですね、この上半分っていうのはカチッてはまったか。でもっていうのは結局この辺の中って実写とかなり違うんで、形があんまり見せたくない場所ではあるんですよ。セルフのユニットはつけましたけどね、先端のこのアッパーカウルを止めてるピン、あれも実写ではないのであんまり見せたくない部分、そうだね、この部分だけカットして、そうすると今度その下のこれが収まらないか、止めるのが難しくなるのかな。やっぱり2台置きたいね。フルカウルつけたやつとこういうカウルを全部外した状態と2台置きたい。今回は作んないですけどね、もう1台続けては。ただ同じキットね、続けて2個作ると2個目はかなり上手に作れると思いますよ。コツってのが分かるんで、コツなんてのはもうキットごとによって違いますからね。だから1個目で失敗したところをこう2個目で直していくというのが理想ですね。自分的にはこれで完成形なんですよ。やっぱりこの辺り見せたいのでね。ただそれだと動画的にどうなのかなっていうのがあるんで、カウルの取り付けを進めます。進めますといったって、あと
横と下くっつけるだけですけどね。このようにしとくか、外すこと考えてるね。こんな隙間空いちゃうんだ。しかもアッパーカウル抜けてくるし。はい、完成しましたね。初めてのフルカウルの GP レーサーでした。面白かったです。で、今回、インスト以外の部分ね、インストでやる以外の部分、いわゆるディテールアップになるのかダウンになるのか分かんないんですけどね、いろいろやってみました。まずは前からいくと、このフロントブレーキ、このオイルライン見直しと、あとはこの中の方のシリンダーじゃない、ピストンとブレーキパッドの追加で、このウィングレットも一旦接着しちゃって、合わせ目を消してからマスキングして塗装して、デカール貼ったと。車体あちこちのこのカーボンの部分ですね、こういうのは型紙をカーボンデカールに貼り付けて切り出して貼ってやったって感じですね。あとはチラッと見えるところで、このクラッチとフロントブレーキのリザーバータンク、これをクリアランナーで作ってやりました。あとはアクセルのケーブルの交換で、ここからはほとんど見えなくなっちゃったんですけど、クラッチ板っぽくこう削って溝を入れました。このタミヤのディテールアップパーツのエッチングのメッシュですね。でこうカーブを描くように、真ん中を頂点にこうカーブを描くように曲がってってるっていうのを、なんとかやってみて、こんなもんなのかなと。最初ねガタガタになるかなと思ってたんですけど、満足いく仕上がりにはなりましたね。僕が満足ですよ。個人的に満足ってだけです。あちこちはパイピングの追加ですか。こういった電装系のパイピングとか、奥の方に見える制御系ユニットですね。この中のはもう全然見えなくなっちゃいましたね。あとはカウルを外すと液パイに O2 センサーがくっついてると。でそこからのケーブルがこう回ってってるんですけど、それはもうカウルつけたら見えなくなりますよね、当然。あとはプラスのネジがはまってるところのボルトらしいカバーの追加。あとはあれですね、サスペンションのストロークセンサー、こうやって見るとここからチラッと見えるんですよ、ストロークセンサー。前はねここにストロークセンサーがあります。あとはチェーンの穴開けですが、これ初めてやったんですけどね、チェーンの穴開けもうちょっと綺麗にできたかもしれない。その辺は課題として、今後の課題としてですね、残しておきます。やりたかったここのクラッチペダルのねチェッカリングをやってやればよかったかなと今更ながら思ってますね。いやこの中のネジもちょっと目立つね。これはどんなボルトなのかちょっとわかんないですけど、これカバー入れてやるかな。でもカバー入れちゃうとタンク外せなくなっちゃうね。中のエアクリーナーとか、ここの燃料タンクですか、アルミホイル巻いたんですけど、ほとんど見えない。チラッと
金色に光ってるのが見えるぐらいですかね。課題はいっぱいありますよ。うわー、これをこうすればよかったとかね。ただまあ作ってみないとね分かんないんで、従来ねあんまりこのフルカウルのバイクってもともとがそんなに好きじゃないんですよね。実車でも僕が乗ってたのがGL の400、その次乗ったのは川崎のスペクター、古いなこの辺で、その次は VMAX、 あと VMAX と一緒に何だったろうな、125か2班のオフロードもの持ってましたね。であとは、SR400、 それからブラックバードですか。そんな車歴ですけどね。ブラックバードだけですよフルカイルのバイクは。まあたまたま中古で安くて程度のいいのがあったんでね買っただけなんですけど、それはもう乗れなくなったんで手放しちゃいましたけどね。バイク、基本的にバイク大好きなんですよ。やっぱり車以上に好きですね。今これだけこうマスキングして塗るってことがなかったですから勉強になりました。すごく失敗したとこもありますけどね。エッジの部分ですよ。やっぱりバイクなんで面が一個一個狭いんですよね、面が。だから研ぎ出しをするにしてもすぐにこうエッジに行っちゃって、でところどころやっぱりエッジの塗料が落ちてくるっていうのがありましたね。でもやっぱりこうやって見てるとこの状態でもかっこいいし、カウル外した状態もかっこいいんですよ。なのでこれは2台2つ買ってきてこう2つ同じように作って並べておくのがいいでしょうね。やっぱりあとしまったなと車体各部ファスナー変えたじゃないですか。このファスナーねちっちゃすぎですよ。もう一回り大きくしてやればよかった。いやでもこうやって見るとカウルのこのプラスのネジがやっぱり目立つわ。他がねカバーつけてるんで、まあでも面白かったですね。バイクがちょっと今後増えていくと思います。自分のね乗ってた愛車もね作りたいなとは思ってますけどね。ブラックバードはクローゼットの中にあるんですけどね。あとは青島の VMAX ですから。じゃあまたですね、まあ今までの動画のまとめ動画を作って、またこれを円盤の上でぐるぐる回す動画を、思い出した頃に作ろうと思います。それじゃあ今回はこのタミヤのチーム鈴木エクスタ実スペケ WR2020 年バージョンですね、お送りしました。長くご視聴いただきありがとうございました。それではまた。